日のゲストなんですけれども、なんとはるばる韓国から来てくださった方が、そうなんですよ。ついに超音波もグローバルな番組になってまいりました。いいね。ではそろそろ参りましょう。レジェンド掛け声お願いします。 OK、ウルトラソニック超音波、さあ開演。ビビビビビパン。今夜のラインナップはサバイバルオーディション番組から生まれたボーイズグループファンタジーボーイズ。早速お呼びしましょう。今夜のアーティストはこの方々です。お願いします。お願いします。こんにちは。せーの、シャインのウェイ、こんばんは、ファンタジーボーイズです。よろしくお願いします。ファンタジーボーイズ、2023年3月に放送開始された MBC 主催のオーディション番組少年ファンタジーから誕生した韓国国籍6名、日本国籍2名、中国国籍2名、アメリカ国籍1名の11人組多国籍アイドルグループ。今回はファーストミニアルバム「ニュートモロー」を携えての登場です。いや、ずらっと並ぶとすごいたくさんいらっしゃいますので、せっかくなので一人ずつカメラに向かってカメラアピールしながら自己紹介いただいてもいいですか？はい、お願いしでます。はよろしくお願いします。はい、ファンタジーボーイズのカリスマボーイヒカルです。お願いします。こんにちは、皆さん、単身援助者です。こんばんは、僕はファンタジーボーイズのパフォーマンスとかっこいい担当、ちょっと可愛いリーダーミンソです。ファンタジーボーイズのサムエドハンビンです。こんにちは、私はファンタジーボーイズミラクルリッチボーイリンチです。こんばんは、僕はファンタジーボーイズのマスタキキムソクです。よろしくお願いします。はい、こんばんは。ファンタジーボーイズの一番可愛い猫ちゃんソンミンです。こんにちは、僕はファンタジーボーイズのヒップホップボーイヒョンテです。よろしくお願いします。こんにちは、僕はファンタジーボーイズのセイコワントップキュレです。こんにちは、ファンタジーボーイズスウェッコケイタンです。こんにちは、ファンタジーボーイズのコンマジヒカリです。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ファンタジーボーイズの皆さんですが、9月21日ファーストミニアルバム「ニュートモロー」をリリースされまして、同日ファンタジーボーイズデビューショーケースを開催しデビューされたということで、おめでとうございます。ね、もうまだ生まれたてほやほやのね、フレッシュ始まったばかりのグループですけれども、どうですか、これまでの活動で印象に残っていることありますか？ウソクさん。はい。괜찮아요。さまざまな文化に触れることができて、とっても楽しかったです。すごい。じゃあギュレさんいかがですか？파이팅 파이팅! 한국어で行くみたいですね。 괜찮아. 아무래도 데뷔다 보니까 데뷔 쇼케이스가 가장 생각에 남는 것 같습니다. やっぱりデビューなのでデビューショーケースやっぱり一番やっぱり記憶に残ってて楽しかった。楽しかった？재밌었어？네. よかった。ということでね、まだデビューしたてのほやほやの皆さんですから、今日はねどうしても皆さんにこのファンタジーボーイズの皆さんのことを知っていただきたいので、今回強力な助っ人をお呼びしました。ご登場ください。どうぞ。アイドルオタク系 YouTuber のアクニャンです。よろしくお願いします。ふにゃんさん、お願いします。韓国のライブとか日本のライブも全部行ってるので、強火のオタクということでよろしいですか？割と強い方かなと思います。はい、今日ちょっと魅力を伝えるためにやってきました。存分にファンタジーボーイズの皆さんの推しについての魅力を語っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。
僕はもう本当に日韓のアイドルですね、もう10年以上応援してきた僕がちょっと今ダダハマりしているファンタジーボーイズの推しポイントの3つ持ってきましたので、ありがとうございちょっとます。発表したいと思います。ぜひお願いします。1つ目、圧倒的フレッシュさです。でこれはもちろん皆さん年齢が若いこともありますし、アイドルが初めての方もいらっしゃるんですけど、例えばこの前日本でライブがあった時に初めて日本に来ますとか、あとメンバーによっては初めての飛行機ですとか、もうそういう感じの本当にもうフレッシュで。あとおひょんてくんっていうメンバーとかはその動画があるんですけど、初めてどら焼きを食べたっていう。どら焼き？皆さん多分いろんな推しいると思いますけど、推しが初めてどら焼きを食べる映像がこの世に残ってるっていう、すごいね。この凄さわかりますか？すごい。ちょっと嬉しいかもね。歴史的なことだもんね。そうですそうです。そう。確かにキュンキュンしますね。キュンキュンするそしてでは2つ目お願いします。はい、2つ目がですね、圧倒的パフォーマンスです。ダンス経験があまりないメンバーとかも実はいるんですけど、それが本当にわからないぐらい皆さんすごく練習されていたりとか、何の曲でもできるんですよ。爽やか系もできるし、ちょっとダークな感じもできるし、かっこいい感じもできるしみたいな。ちなみにアクニャンさん的にはこう例えば最初の1曲目を布教するとしたらこれにてっていう推し曲みたいなのあるんですか？やっぱデビュー曲の「ニュートモロー」はすごく爽やかで、本当になんか初めてミュージックビデオを見た時に泣いちゃったんですよ。あまりにも爽やかすぎて、ライブ会場で初お披露目だったんですけど、もう号泣するぐらい爽やかすぎて、ぜひそこにね注目して曲聴いていただきたいですね。では3つ目お願いします。はい、3つ目はですね、圧倒的青春感です。なんか一クラスの男子を集めたみたいな感じで、なんか1個好きなエピソードが、ソウルくんがなんかメンバーに直してほしいところみたいので、バスの中でうるさいみたいなのがあって、バスの中がうるさいアイドルって最高じゃないですか。最高だね。そう、どんだけ仲いいんだよみたいな。特にうるさいメンバーは誰なんですか？誰なんですか？ソウルさん、特にうるさいメンバーは誰ですか？소민이 손민さん。 시끄러운 거 말고 약간 신나게 좀 에너지 있는 거 많아요. すっごいなんかテンション上がった時のなんか爆発力がすごいんですよ彼。こうパリピ？本当にバーンって上がって。パリピポ？そうなんですよ。そうなんだ。なるほど、そういうので盛り上がってるのとかがもう懐かしい青春を思い出す。キュンとくる。もうわちゃわちゃしてる感じが本当に可愛くて。ということでこの3つのポイントありましたが、光さんいかがでしたか？僕より僕のチームのことを知ってる気がします。さすがまだデビューほやほやなのにもうこの情報を。そう僕も知らないことを知ってるのかな。ぜひこれからもちょっとアクリアンさんの YouTube を見ながら合わせて追っかけていきたいと思います。ということで特別ゲストのアクリアンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。せっかくデビューしたてほやほやということで、これからの日本に限らず世界でもどういった活動をしていきたいですか？展望を聞かせてもらえますか？まず僕たちこのメンバー11人がそれぞれ年も違って国籍も違って、それぞれ個性豊かなメンバーがたくさんいるので、必ず舞台を通していつもいいパフォーマンスを見せられるように頑張っていきたいと思っています。なんかある？今言ってくれたことと似てるんですけど、僕たち最近の K-POP の中でもちょっと珍しいたくさんの国籍の子たちがいて、11人っていう大人数っていうのも僕たちの魅力ポイントだと思うので、たくさん僕たちのことを知っていただいて、僕たちも練習をもっと頑張って、より大きなステージに行けるように頑張ってまいります。ありがとうございます。ぜひ追いかけましょう。ステージの時間が参りました。今回はどんな曲を披露していただけるんでしょうか？今回僕たちが準備した曲は「ニュートモロー」という曲なんですけど、この曲は11人の個性豊かなメンバーが一つの舞台を通して輝くというストーリーが込められています。それぞれこのダンスのポイントとかもあるんですけど、表情など注目していただいたら嬉しいです。ではレジェンドお願いします。それでは最高のステージを見せてくれ、ウルトラソニック超音波。花トゥルセビリビリビリ。